オレンジの方ね BB8 ですね。はい、This is Miyako. Thank you for watching. 今日は MIK スタジオ紹介パート3です。はい、で今日はもうドーンと映っておりますけど、このグランドピアノを紹介できたらと思います。これはメーカーはヤマハでございます。一番メジャーオーソドックスかな、日本では。他だったら可愛いとかね、人気とか超高いやつスタンウェイとかありますけどね、庶民はヤマハです。庶民はそんなことないけどね、はい、ヤマハです。で C1 と言われるサイズで家庭に置くのにはちょうどいいかなっていう、いわゆる小ぶりなグランドピアノになります。だいたいコンサートホールとかに置いてるのもここがもっと長いドーンとしたやつのいわゆるコンサートフルコンサートピアノなんて言われますけどね、それはさすがに家には置けないんで6畳全部埋まっちゃうからねはい、このピアノが出会いは中学校1年生の時にもともとアップライトのこういう縦型横型なんていうのかなそういうピアノがうちにあったんだけど、ちょっとねヤマハにねずっとピアノをねレッスンに来たんだけど、そろそろグランドピアノにアップにセットアップしてとかグレードアップした方がいいんじゃないですかって話があって、うちの親はね頑張って買ってくれたわけですよ。はい、で1個だけ紹介したのがうちのピアノのこの鍵盤木なんだけど、もともとの普通のオプションで買うとこれプラスチックなんですよね。でもうちはそのプラスチックのタッチ感が全然好きじゃなくて、うちはそれまでねお年玉をコツコツ貯めてた貯金があったんですけど、それを、何万ぐらいだっけ、10万もしなかったと思うんだけど、要は10万ぐらいオプション代を出せばプラスチックから木に変わりますよってことで、この鍵盤は自分で出しましたっていうね、経緯があったりとかして、思い出もねあるピアノなんでそこから実家を出ることになってもその後何回も引っ越ししたけれど正直移動代ってすごい高いのねピアノって。だけどこう頑張って今日まで維持しております。気になってるあれはスター・ウォーズのキャラクターで R2D2 ってやつと BB8 っていうオレンジの方ね BB8 ですね。スター・ウォーズ好きな人はねみんなご存知だと思いますけど、こっちは R2D2 の方はリモコンがあったら動くおもちゃでBB8 の方は、プラモデルなんだよ。見えるプラモデル、うちが組み立てたのはいってことでいい感じに出来上がってんで可愛く飾ってます。あとは音聞きたい。何弾くわかんない。何弾くちょっとだけね。革命のね触りを弾きましたけど、もともとね自分はずっとクラシックをお勉強してきた人なのでこのピアノでね古いものだったらバッハから始まり、古典って言われてるねそのベートーベンとか、なんかその辺のもいっぱい弾いてきたし、ロマンハンテルショパンもたくさん弾いてきたし、リストとかね。で新しめの人だったらなんかな、ラフマニノフもね新しめの人ですけど、いろんな曲をねこのピアノでいっぱい弾いてきたんです。その土台があったから今の自分があるっていう、大切な自分のルーツですね、ピアノは。ライブで使ってる白いピアノ。
前回のツアーで白いピアノを弾いたと思うんだけど、あれは実はね生ピじゃなくて電子ピアノって言ったらあれなんだけど、あれローランドのやつでグランドピアノ風のものになるんですね。なんでやっぱりやっぱ慣れないんでね、やっぱこうアナログのこの生のピアノと当たり前だけど、そのキーボードのタッチって全然違うから、なんならアップライトって言われてるピアノとグランドピアノも全然違くって、グランドピアノは押したら中のハンマーがビュンって上がって弦をこう叩いて、だから打楽器なんだよね、ピアノって弦を叩いて鳴らしてるからなんだろうね。なんだけどアップライトはこう縦に弦が走ってるから2段階ぐらいあるの、モーションが。だから弾いてコツンみたいな。だからアップライトの方がちょっとモーションが1個多いからちょっと遅れるんだよね。でグランドの方がこうダイレクトにピッていくんで、そういうアップライトとグランドの違いもあるのに、もう LP なんて全然違うから、そういう意味はねまだ未だになれないですね。やっぱ生ピに勝るものはないけれど、でも見た目的にも白いピアノすごい綺麗だったと思うのね。白い衣装を着て白いピアノ、あれは絵的にはもう100点だったと思います。ただ自分的にはなれなかった今のピアノはまた違うシステムを使ってるんだけれど、前の時は白いローランドのエレピをね、グランドのエレピを使ってもらったりとかしましたね。はい。この間の 2days もねびっくりだけど、お客さんありのライブが1年ぶりだったんだよね。でもう最初はもう絶対感動の再会みたいな感じで多分泣いちゃうと思って、で確かにもうリハの時点でちょっとうるってきたりとかはあったんだけど、実際本番幕が振り落とされましたって時になったら普通に緊張の方が勝ったからあんま泣けなかったあと泣けなかったけど、でもラブバイツってボーカルしか MC しないから楽器隊は喋らないけど、もし喋らされてたら自分の言ってることでなんか辛いって泣いてたかもしれないね。なんか泣くの我慢しちゃって、泣けばよかったんだけどね他のメンバー泣いてたからね、なんか泣けなかった、緊張しちゃった。レコーディングとか、練習とかいろんなこう地道な作業ってこうライブでこうお披露目するっていう機会があるから自分に関してはこう頑張れるんだけど、やっぱそのライブでこうみんなに見てもらって機会がやっぱこの1年間なかったので、正直すっごいなんかモチベーションが上がりにくい1年だったなっていうのが本音なのね。だけど、それでこうね家で腐ってたらそれはどうなんって話なんで、まず前の動画で紹介したように、とりあえず一旦機材を一新してみましょうかっていうね、こうインターフェースとかさ変え直してみたり、ギター作ってみたり、ちょっとそういう時間もねコロナじゃなかったら設けることもなかったのかなと思うんで、結果良ければいいのかなみたいな感じには捉えてます。でとりあえずねまだこう一席空けてマスクもして声は出せないっていうライブの形でしか今は撮れないけど、いつかねいつも通りに戻るとは思うんで、その時にねこう盛り上がってわーってうちもわーってやりたいと思ってるんで、そのためにまた今日も明日も頑張っていきたいと思ってます。そうだね、一番の収穫はこのスタジオじゃない。でもそうかも。じゃないと要は家にいる時間っていうのがすごく増えたから、いいものに囲まれたいってやっぱ思ったよね。で正直ライブもないしもろもろいろいろないからね、収入ないくせにお金だけやたら使うなって自分でも思ったけど、なんかねそこ今ケチるとこじゃないなって、とりあえず家の中快適にしたかったんでいろいろ買い替えてみたり新しく買ってみたりとかしてみたりとかして、でこの引っ越しもねもう思い切ってやってみて、結果すごい
快適になってるじゃない。だからまたなおさら頑張ろうかなと思ったんで、またいい曲もできるだろうし、練習も頑張れるだろうし、いろんなことねここでやれたらいいなと思ってるんで。このミュージシャンはここには緑が来たな。うん、相方ね、ラブエツのギターが練習しにうちに来ました。でギターだけのね、やっぱツインギターってねこうニュアンス合わせるのほんと難しいんだよね。どんだけ練習してもやっぱライブでこうテンション上がってなかなか合わんかったりとかもするんで、今うち2人余裕で広々できるでアンプもバーって鳴らせるでっつって緑にうちに来てもらって練習したかな。でまだ緑かな、緑だけかな。今後もなんかわかんない、いろんな人がここに来るのかもしれないけど、はい。でもとりあえずいい感じになってよかったっていう感じかな。最後の挨拶しましょう。じゃあね、まだちょっとこういう厳しい状況は続くと思いますけど、でもなんか自分なりに楽しむ方法、楽しいことを見つけて過ごしていきたいと思いますし、みんなもそうしてね。じゃあまた See you next time! バイバイ。